本動画の結論。シームの継ぎ目は条件が合えばほとんど解消できる。手軽に見栄えを良くする方法を知っておこう。このチャンネルでは 3D プリンター関連の情報を配信していきます。本動画で一つだけでも新しい学びがあれば幸いです。皆さんは造形物の継ぎ目が気になることはありますでしょうか？このような継ぎ目はシームとも呼ばれていて、見た目が良くないことが多いです。シームは各層での書き始めと終わりの重なるところで、縫い目のような模様が浮き出てしまい、対策に苦労する場合があります。そこで今回はこの継ぎ目を見えにくくする機能や設定、コツなどをご紹介したいと思います。見栄えを重視している方や対策を知っておきたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。それでは本動画のメニューは以下の通りです。1、シーム位置を選択する。2、シームペイントを利用する。3、フィラメントの色、種類を選択する。4、スカーフジョイントシームを利用する。5、スパイラルモードを利用する。番外編、ギャップ値について、以上6つを詳しく解説していきます。それでは1つ目のシーム位置を選択するを解説していきます。多くのスライサーソフトにはシームの位置を調整できる項目が用意されています。例えば、最寄り、整列、背面、ランダムといった項目があり、ある程度位置を変えることができます。最寄りは前の層で書き終わったところから最も近い場所を選び書き始めます。プリント効率が良く糸引き軽減などの特徴がありますが、このようにまばらになったりして継ぎ目がまとまらないこともあります。また、ランダムは継ぎ目の位置をランダム化できるので全体に散らすことができます。ランダムは目立ちにくくなることもありますが、このように逆に汚く見えてしまうこともあります。この場合は継ぎ目が目立ちにくい色のフィラメントを使うのがおすすめです。では、これらの具体的な設定方法についてです。今回の動画ではシーム機能が充実しているオルカスライサーで試してみたいと思います。モデルを配置し、品質タブの継ぎ目位置のプルダウンをクリックします。最寄り、整列、背面、ランダムが表示されますので、その中から選択します。スライスボタンをクリックすると、その設定に伴ったプレビューを確認することができます。シームの位置はソフトが自動で割り当てをするので、思ったところに配置されない場合があります。そこで続いては、手動でシームの位置を設定する方法をご紹介していきます。それでは2つ目のシームペイントを利用するを解説していきます。シームの位置を指定する意味はあるのと思う方もいるかもしれませんが、形状によっては指定することで高い効果を得られる場合があります。例えばこのモデルの場合、ここにシームができてしまうとかなり目立ってしまいます。そのため、できるだけ見えないところに設定したいです。そこで、この部分にシームができてくれればうまく隠れるので目立つことはありません。先ほどのシームの位置で思っていたところに配置されなかった場合は、これからご紹介するシームペイントを使った方がいいかもしれません。それでは設定方法についてです。オルカスライサーを起動し、モデルを配置します。上のツールバーにある継ぎ目ペイントをクリックします。ブラシタイプやブラシサイズなどを必要に応じて変更します。そのままでも問題ありません。シームを割り当てたい場所をなぞっていきます。マウスポインターがブレやすいのでちょっと難しいですが、もし失敗したら全てを消去でやり直すことができます。スライスボタンをクリックすればシームが設定されます。こんな感じで手動で位置設定したい場合はぜひ試してみてください。それでは3つ目のフィラメントの色、種類を選択するを解説していきます。使用するフィラメントの色や種類によってシームの見え方は結構変わります。例えば青色フィラメントだとこんな感じです。そこそこシームは目立っています。基本的に積層痕やシームは暗めの色の方が目立ちやすいです。では明るめの色はどうでしょうか？こちらは白色フィラメントです。カメラだと見にくいですが、これはかなりいい感じです。光が飛んで継ぎ目部分がほとんど見えなくなっていますね。先ほどの青色フィラメントと比較するとこんな感じです。比べると結構違いはあります。続いてシルバーフィラメントです。これも暗い色というわけではないですが、そこそこ目立っている感じがあります。白色と比較してみます。比べてみると、やはりシルバーの方が継ぎ目は目立ちますね。続いては赤色のシルクフィラメントです。光沢で多少は見えにくくなっていますが、継ぎ目のラインはしっかり確認できます。これも白色フィラメントの方がいい感じです。続いて大理石フィラメントです。ベースは PLA なので使いやすいフィラメントです。こっちは白色よりもさらにいい感じに見えます。よく見るとうっすらと継ぎ目を確認することができます。落ち着いた白色の下地と黒い点々がいい感じに積層やシームを消してくれています。青色、白色、大理石で比較するとこんな感じです。色や種類の違いだけでかなり見た目が変わります。続いてはカーボンフィラメントです。やっぱりカーボンはかっこいいですね。積層がすごくいい感じです。シームの方はマットな感じのためか多少見えにくくなっています。
ただラインはしっかり確認することができます。大理石と比較するとこんな感じです。カーボンの方も目立ちにくくはなっていますが、大理石の方が滑らかです。積層痕の解決動画の時もそうでしたが、見栄えを良くしたい場合には、白や大理石のような明るい色を使うと効果的だと感じます。ちなみに積層痕を解決する動画もありますので、ご興味がありましたらそちらも参考にしてください。また、この後ご紹介するスカーフジョイントシームと併用すれば、さらなる効果を期待できます。続いて4つ目は、スカーフジョイントシーム機能を利用するを解説していきます。スカーフジョイントシームという機能をご存知でしょうか？これはスライサーソフトの機能でシームを目立たせなくする役割があります。スカーフを巻きつけるように傾斜を重ねることで継ぎ目を隠す効果があります。こちらはスカーフジョイントシームの設定を有効にしてプリントしたものです。うっすらと2つの継ぎ目を確認することができます。触ってみると凹凸はかなり少なく、通常のシームと比べてもより滑らかになっています。スカーフジョイントシームありとなしを比較するとこんな感じです。ここまで明確な違いが出るとは思わなかったので、かなり驚きました。現状、シーム対策はこの方法が一番効果的な気がします。それでは設定方法について説明していきます。まずはモデルを配置します。品質タブの中にスカーフジョイントシームがあるので、プルダウンの中からカウンターもしくはカウンター&ホールを選択します。外壁だけであればカウンターで大丈夫です。続いてシームギャップを0に変更します。この項目は書き始めと書き終わりに発生する隙間をどれくらいにするかという調整項目です。続いて Walls & Surface の Walls Printing Order をインナー、アウター、インナーに変更します。スライスしてプリントすれば完了です。先ほどご紹介したような白色などの目立ちにくいフィラメントを使ってスカーフジョイントシームでプリントすればよりシームが目立ちにくくなります。ぜひ一度試してみてください。続いて5つ目のスパイラルモードを利用するを解説していきます。スパイラルモードとはスライサーソフトの機能で一筆書きでプリントするモードのことです。そもそもシームの跡ができるのはエクストルーダーが次の書き出し位置まで移動して再書き出しをすることで生まれます。なので一筆書きをしてしまえばシームの跡は生まれません。試しにこのようなケースの形状をプリントしてみます。オルカスライサーにモデルを配置したらその他タブにあるスパイラルにチェックを入れます。スライスをすると外壁のみになり、一筆書きの状態になります。実際にプリントしてみるとこんな感じになります。カーボンでプリントしましたので、マットでかっこいいです。積層を見てみると継ぎ目は一切ありません。ノズルは位置移動しませんので、樹脂だれをしないのもいいですね。ただ、このモードには注意点があります。一筆書きできない形状には適用することができないため、少しでも複雑な形状になると利用することができません。また、外壁しかプリントしませんので、強度が弱くなるというデメリットもあります。もし利用する場合は、強度の高い PLA カーボンや PETG なんかがおすすめです。使い方は限定されてしまいますが、要件が合致する場合には、ぜひ使いたい機能です。それでは番外編のギャップ値の比較を解説していきます。オルカスライサーにはシームの調整項目にギャップ値というものがあります。この値を変更するとシーム部の書き出しと書き終わり部分のギャップ、隙間の間隔を調整することができます。一般的にはこのギャップ値の値が小さいほど隙間が狭くなるのでシーム部が目立たなくなるようです。そこでこの値を 0%、20%、60%、100% の4パターンでプリントしてみて比較してみたいと思います。ちなみにこのギャップ値はノズル径のサイズが元になっています。例えば 0.4mm ノズルを使っていて 60% に設定した場合は 0.24mm のギャップ値になります。ちなみにオルカスライサーではパーセンテージの他に直接ミリでも調整することができます。ではプリントしてみた結果はこんな感じです。そこまで大きな違いはありませんでしたが、数値が減るにつれてシームが薄めになっていくように見えました。なので、およそ 0% から 10% くらいが適正なのかなと思います。それでは本動画をまとめていきます。1、シームの位置を選ぶでは、シームの位置を調整することで見栄えに大きく影響します。形状をよく見て、どこにシームを設定するのがいいのかを検討するといいです。シームの位置調整項目には、最寄り、整列、背面、ランダムがあり、選択した項目によって自動的にシームが設定されます。2、シームペイントを利用する。シームペイントは手動で好きな場所にシームを設置することができます。目立たないところに設置するのがおすすめになります。3、フィラメントの色、種類を使い分ける。材料の色や種類によってシーム跡の見え方に大きな違いがあります。白や大理石など明るい色を使うと目立ちにくくなります。4、スカーフジョイントシーム機能を利用する。
スカーフジョイントシームは継ぎ目を薄くすることができます。加えて目立たない色のフィラメントを使うことでより高い効果を得られます。5、スパイラルモードを利用する。一筆書きにすることで継ぎ目は発生しなくなります。ただし、モデル形状が限定されることと強度が低くなってしまうというデメリットもあります。番外編、ギャップ値の比較。ギャップ値を 0% から 10% にすることで多少継ぎ目が目立ちにくくなる効果が見込めます。まとめは以上となります。なお、本動画でご紹介した商品・備品関連動画は概要欄でご紹介していますので、よろしければチェックしてみてください。本動画は以上となります。動画の内容が良かったと思ったら高評価をお願いします。これからも 3D プリンターに関する役立つ情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。